こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー25、ドラえもん4をご紹介します。現在のところドラえもんは22から26までありますが、初めて作るならこの動画25がおすすめです。今回のドラえもんはステンレス棒にガラスを巻き取って作ります。その後、携帯ストラップに仕立てます。動画ナンバー26のドラえもんとの違いは、ステンレス棒の向きと体があるかないかです。完成品の寸法です。縦横1センチぐらいで、赤い花を含めた奥行きが 1.3 センチぐらいです。今回使用したガラスは佐竹ガラスです。ガラスの種類は A40 赤の実がソーダガラスで、それ以外は鉛ガラスです。すべて事前に細くしておきました。改めまして A からスタートします。顔ベースを作ります。岩谷のトーチバーナーを使用します。今回は上向きで使用します。上向きにする場合は動画4の B、8分20秒あたりで紹介している100均の容器に入れるのがおすすめです。G28 ターコイズブルーを溶かしています。直径 2.3 ミリのステンレス棒にガラスを巻き取ります。炎から出して固めます。固まったら S21 クリームホワイトを点打ちします。中心から少し右寄りに点打ちしました。そのまま炎に任せて溶かします。溶けて馴染みました。これで顔ベースは完成です。次は B です。口を作ります。佐竹ガラス G22 黒極細を使います。左手の持ち方ですが、次の作業にすぐ入れるようにこのような持ち方をしています。顔ベースを熱しています。ここでよく熱を蓄えておくことが重要です。炎から出して左手を木材で安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると本体に蓄えられた熱により極細が張り付いていきます。本体の温度が下がったら折って外します。今回はなかなか温度が下がらないようで折るまでに時間がかかっています。こんな時は息をかけて冷ますのが良いと思いますが、自然に冷めるのを待っています。ようやく折れました。溶かします。溶けました。口が完成です。次は C です。鼻の下の線を作ります。同じく佐竹ガラス G22 黒極細を使います。先ほどと左手の持ち方が違います。本体をよく温めたら炎から出して指と指を合わせて安定させた状態で G22 黒極細を貼り付けていきます。温度が下がったら折って外します。拡大です。本体を温めたら炎から出して G22 黒極細を軽く押し当てると本体に蓄えられた熱により貼り付いていきます。本体が熱くないと極細が貼り付かないので本体によく熱を蓄えておくことが重要です。温度が下がったら折って外します。鼻の下の線ができました。次は D です。ひげを作ります。ひげを6本作ります。本体を温める時の左手の持ち方ですが、ひげ135が同じ持ち方をします。次の作業にすぐ入れるようにこのような持ち方をしています。
本体をよく熱したら、炎から出して、両手を木材で安定させて、G20 に黒、極細を貼り付けていきます。今回は息をかけて冷まします。今から本体に息をかけます。今、息をかけました。折って外します。拡大です。本体に蓄えた熱により、極細ガラスが張り付いていきます。この後、本体に一瞬息をかけるので、画面から見えなくなります。今、息をかけています。折って外します。1本目のヒゲができました。2本目のヒゲを作ります。本体を温める時の左手の持ち方ですが、246が同じ持ち方をします。今から2を作ります。本体をよく熱したら、ステンレス棒を木材で安定させて、G20 に黒、極細を貼り付けていきます。拡大です。本体に蓄えられた熱により、極細ガラスが貼り付いていきます。ヒゲ1本目の時は、息をかけて冷ましておりましたが、今回は自然に冷めるのを待ってから折って外します。折れました。2本目のヒゲができました。3本目のヒゲを作ります。先ほども言いましたが、左手の持ち方は1、3、5が同じです。今から3を作ります。本体をよく熱したら、両手を木材で安定させて、G20 に黒、極細を貼り付けていきます。拡大です。本体に蓄えた熱により、極細ガラスが貼り付いていきます。自然に冷めるのを待ちます。冷めたら折って外します。折れました。3本目のヒゲができました。4本目のヒゲを作ります。左手の持ち方は246が同じです。今から4を作ります。本体をよく熱したら、木材でステンレス棒を安定させます。拡大です。本体に蓄えた熱により、極細ガラスが張り付いていきます。息をかけて冷まして折っても良いですし、自然に冷めるのを待ってから折っても良いです。今回は自然に冷めるのを待っています。本体の温度が下がり、硬くなったら折って外します。折れました。4本目のヒゲができました。5本目のヒゲを作ります。温める時の左手の持ち方は1、3、5が同じです。今から5を作ります。本体によく熱を入れたら、両手を木材で安定させます。拡大です。本体に蓄えられた熱により、極細ガラスが張り付いていきます。この後、極細を折るのですが、失敗します。本体が柔らかい状態で強引に折ろうとしています。これが失敗の原因です。この時、ぐいぐい曲げたことにより、端が曲がったままで折れてしまいます。端が曲がっているのが見えるでしょうか。本体が柔らかい状態で強引に折ろうとすると、このようなことになります。温度が下がって本体が硬くなってから折ってください。曲がって出っ張っている部分をピンセットでつまんでいます。今回は簡単に取り除くことができました。6本目のヒゲを作ります。本体を温める時の左手の持ち方は246が同じです。今から6を作ります。本体をよく熱したら、木材でステンレス棒を安定させて、極細ガラスを貼り付けていきます。拡大です。本体に蓄えた熱により、極細ガラスが貼り付いていきます。自然に冷めるのを待ってから折って外します。
ひげ6本目ができました。次はいいです。目と鼻を作り完成です。まず目を作ります。図の位置に G28 ターコイズブルーを点打ちします。炎の外でガラスをつけて、炎の中で切り離します。炎の外でガラスをつけて、炎の中で切り離します。点打ちしたガラスの上にさらに点打ちしてガラスを重ねていきます。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。炎から出して位置を整えます。ここからは溶かしていきます。目を温めておいてコテで押さえます。一気に押さえるのではなく、数回に分けて少しずつ押さえていきます。コテの押さえ方で目の位置が変わるので、丁寧に押さえていきます。目の位置が低くならないように、コテを頭の方向へ向かって押すと良いと思います。ある程度溶けたら、コテは使わずに炎に任せて溶かします。溶けました。白目の部分を作ります。指と指を合わせて手を安定させた状態で S21 クリームホワイトを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。拡大です。指と指を合わせて手を安定させた状態でポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。2箇所目も同じく指と指を合わせて手を安定させた状態でポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。少し目を温めたら炎から出して位置を整えます。小さい方にガラスを追加します。指と指を合わせて手を安定させた状態でポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。そのまま溶かします。溶けました。白目が完成です。次は黒目を作ります。指と指を合わせて手を安定させた状態で G20 に黒を点打ちします。拡大です。G20 に黒をポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。2箇所目も同じくポチッとつけたらすぐに伸ばして炎で切ります。少し溶かして丸くします。大きい方のガラスを減らします。大きい方は柔らかい状態です。右手のガラス棒は少しだけ温まっている状態です。この温度差が重要です。軽く触れるとガラスがくっつきますので、すぐに引き伸ばして炎で切ります。少しガラスを減らしました。おおよそ同じ大きさになったと思います。次は鼻を作ります。A40 赤と顔を温めています。両方を炎から出して指と指を合わせて手を安定させて A40 赤を顔に乗せます。そのまま炎の中へ持っていき、炎で切ります。大きさ調整します。鼻のガラスを熱して柔らかくします。右手のガラス棒は少しだけ温めている状態です。この温度差が重要です。軽く触るとガラスがくっつきますので、
すぐに引き伸ばして炎で切ります。少しガラスを減らしました。全体を温めて完成です。炎から出して約20秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。30分後にパーライトから取り出しました。右側も同じ要領で作ったドラえもんです。両方とも目の位置がもう少し上だと良かったと思います。水につけてステンレス棒から外します。携帯ストラップに組み立てます。ビーズや T ピンなどの部品は100均にもあります。今回使用する T ピンは太さ 0.5mm× 長さ 35mm です。100均で購入した道具です。ドラえもんに T ピンとビーズを通したら、ペンチで T ピンの先を挟んでぐるぐる巻きつけていきます。映像ではペンチを何度も持ち替えますが、実際の作業ではペンチを持ち替える必要はありません。今回使用している T ピンの長さは 0.5mm です。これぐらいだと柔らかくて巻き付け作業がスムーズにできます。今回は3回転ほど巻き付けました。余った部分はニッパーで切ります。携帯ストラップの紐をつけます。これで完成です。違うタイプの携帯ストラップです。金具を開きます。もう一つのドラえもんを取り付けます。金具を閉じます。完成です。これで動画ナンバー25、ドラえもん4を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。